又部です。橋本です。はい、今日は海底グルメ旅を始める前に、ちょっと橋本先輩のトレーニングを今からやりたいと思います。ちょっと機材オーバーホールもしてなかったのでね、やっとちゃんとまともに機材が動いてくれると思いますので、ちょっとこれに慣れとこうと思います。今日は新島のビーチで、基礎からみっちり私がトレーニングするということでスパルタを覚悟してます。じゃあ頑張りましょう。頑張りましょう。はい。ではまず機材セッティングから。ダイビングショップのに置いてあるこれが空気が圧縮空気の詰まったスキューバダイビング用のタンクです。この中、これが、何リッターかな、8リッタータンクかな、8リッタータンクで200気圧空気が入ってます。ってことは、1600リッター、1600リッターの空気がこの中に圧縮されてます。はい。で、まず最初、このゴムの頭がついてるやつはこれがチャージ済みのタンクになります。で、これをまず取って、ここをクローズアップしてください。ここにオーリングっていうゴムのパッキンが入ってます。これが破れがあったりするとそこから空気が漏れますので、まず最初にそこをチェック。だいぶ下手ってんな、まっちゃん。大丈夫かな。はい、じゃあ次、この中に空気が排気ガス入りの空気とかが入ってるとやばいので、一応匂いを嗅ぎます。少し出して、あ、大丈夫、新島の美味しい空気です。はい、じゃあ続いて中性浮力を取るためのこれが BCD、 これをタンクに取り付けます。この時この空気の出る側が前です。こっちが前側で、よいしょ。私の BCD は2つ通すようになってて、で大体頭にこういう持ち手みたいなのがついてるので、これもここに通しますと。よいしょ。久しぶりだと前後を逆にしてしまったりってありますからね。ありますね。逆さにつけると動きません。動きません。はい。じゃあまずこのベルトをこうやって一回左に引っ張って、引っ張った状態で最後の外側に通して、これでバチンと、こっちもよいしょ、こうやってバチンと、いい音しました。で一応緩んでないか持ち上げて確認。 OK。 続いてレギュレーター、これは加えるやつ、これを取り付けます。2つついてて、自分が吸うやつと相方のことをバディと言いますが、そのバディが空気切れた時に渡すやつ、これをオクトパスって言います。この2つがついてるんですけど、よいしょ。自分が吸うやつが右です。でこの中に水が入るといけないので、最初ゴムのキャップがついてます。じゃあこのゴムのキャップをまず外します。でここをさっきのパッキンのところに取り付けます。上からちょっと取ってください。こんな感じですね。よいしょ。でパッキンのところにきちっと合わせて、ちょっと近いです。もうちょっと。ごめん。はい。はい。はい。で、キュッキュッキュッと。はい、閉めました。OK。じゃあ次に、この BCD ジャケットに空気を入れるためのホース。これ中圧ホースと言います。中ぐらいの圧力のホースって言います。で、これを、よいしょ。ここにワンタッチカプラーになってるんで、こいつを取り付けます。ガチッと。あ、
引っ張って抜けたあら引っ張って抜けた。これはちゃんとつながってない。ね、差し込むだけでねカチッといくまでっカチッていうことですね。と音がするとちゃんとつながってます。はいはい、OK。でここまで準備ができたらほんの少し空気を開けて、もしホースが破れてバーンとかって爆発したら、おおやばいやばいってすぐ閉めれるぐらいほんの少し開けてチェックで、問題がなければ全部ここ左回しで全部開けて、もう回りません。回らないところから半回転戻しぐらいで止めます。これなんでかって言ったら、船とかでバーンとこれに誰かの機材とかどっかにぶち当たった時にもうこれ以上回らない状態でさらに力かかったらこれ壊れちゃうんで、半回転戻しでセッティングで、次自分が加えるレギュレーターを一回吸ってみます。 OK で、次真ん中にパージボタンっていうのがあります。これ水中で外れた時に加え直した時にボタンを押すとシュッてやって中に入った水が外に飛び出すためのスイッチ、これ加えて OK、 ちゃんと動いてます。これを押した後にシューとかやってエア漏れしてたりすると整備不良です、はい、そういう時はあーってバンまあ昔から叩いて直すテレビと一緒で、テレビと一緒です、はい、叩いて直ればいいですけど直らない場合は分解整備が必要です。テレビと一緒って昭和の人間が言うことだよもう本当にで前回僕のこのオクトパスから結構空気が漏れてて、残圧が残り20台まで減ってました。でここが整備不良だったので分解して家で整備をしました。 OK、 今日は漏れてないバッチリ漏れてない。まあ一応相方の分も一応チェックして、これであとは残圧をチェックするんですけど、僕のはダイビングコンピューターにその残圧がトランスミッターで飛ぶようなやつつけてるんで、まあ後でチェック入れます。で残圧が200近ければ OK と。じゃあこれで問題がなければバルブを閉じてきっちり閉じて、で破裂したりしたらいけないので圧力を抜いて、で最後船とかに積み込む時にこういうのガラ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 引っ張ってると壊れちゃうんで、このお腹の中に入れて、これで機材セッティングは終了です。はい、よいしょ。じゃあ先輩もやってみますか。はい、これでしょ、とりあえずここで、はい、これでちゃんとちゃんとやらないや新品のタンク、はい、グイッと入れて、はい、これで船に積み込み OK。 はい、はい、セッティング終了です。じゃあ着替えましょうか。はい、
やでもびっくりした。いやびっくりした。こんなことある。リアルエアギレ。本当にっていうかなんか機材おかしいんだね。おかしいね。本当にだっていや普通に残ってたはずなのにね。ゲージがフラフラしだして、そうあれおかしいなと思ったら、俺失敗してんじゃない？ねえ、ちょっと待って。なんでそんなことになるの？よいしょ。じゃあ時間まだあるよね、多分。ねちょっと早いかな。え、ねえ、大丈夫。びっくりした。本当だからね。あれでも、あれ結局あれエアギエアギレっていうか切れてないっぽいけど、なんかだけどエアギレみたいになってますね。レ。あれエアギレ。なかなか先輩。うん、やっぱそうだよな。今70、80ぐらいあるんだよ。嘘だこれ。何これ。なかなか最初にエアギレの訓練やっててリアルにエアギレになるなんて。これすごいね、すごい映像やね。すごい映像、リアルに。水中で先輩がもう本当にもがもがしないでめっちゃ面白かった。と思って本当にだからね、いやだから普通にだから溢れてくるからさ、空気溢れるから大丈夫やろう思って、それで加えてしばらくしたら、うわ空気入ってこねえ、まずい。おかしい、こっちだけかなと思って奥との方加えてもダメだし。びっくりした。とりあえずよかったわ。なんとか生きてる。いやトレーニングの成果ですね。ね。